ご視聴ありがとうございます。今回はスローキーの新製品、可変トルクアダプターのセット品を紹介させていただきます。こちらがメインになりますトルクアダプター。この大きさ、形状でこれトルク管理機器なんです。レンジは2から10ニュートン、M6 くらいまでの小さなネジ向けな製品です。これの前のモデルになるのかな。6ニュートンまでのレンジ品を愛用しておりました。自転車、出先でメンテするときに使ってましたが、リアホイールだけは10ニュートンで管理していたのでそこだけ使えず、レンジでちょっと物足りなさを感じてました。また、同様にレンジの狭さから車やオートバイの整備には使ってなかったのですが、今回の新型登場したおかげで使える幅が随分と広がったっすね。スローキーのトルクアダプターセット紹介をさせていただきます。セット内容がこちらです。トルクアダプターが1つ、シブ1のハンドルが1つ、ビットが24個にアダプターが2つ。それがプラのケースに入ってきます。トルクアダプターがこちら。3部のディープソケットくらいな大きさです。重さはずっしりと 117g。シブ1差し込みのメスとシブ1のビットに対応したメスを持ちます。使い方は単純で、ハンドルに取り付けてビットを刺したらネジを締め付けるだけです。締め付ける力に合わせてスリーブが回転しまして、現在のトルクを示してくれます。それに合わせて使える付属のラチェットハンドルはシブ1のスイベルタイプです。スイベルのロック機構とソケットのプッシュリリース機能を搭載したてんこ盛りな感じのラチェット。ギア数は72枚。ヘッドの角度はレバーを下げて変更します。90度、81.5 度、0度のストレートに反対側は73度とポジションは4つです。レバーはスプリング入っていますのでフリーな状態で使うことはできません。このレバー、ストレートにした時にレバーを引くのではなく押すことでプッシュリリースを操作することができます。スイベルのプッシュリリースはストレートにしてしまうと機能しなくなるものが多く、これは便利な機能ですね。また、レバー部分を掴んで回せばフリーターンみたいに使えます。全長この長さですから私はあまり使っていませんが活躍する場面もあるでしょう。ビットは滑り止めのついた独特なデザイン。硬いホルダーに入れてしまってもおかげで抜きやすくなってます。基本的なプラスマイナスにヘックス、最近よく使われるトルクスが入った基本的な入り組み。いじり止め、穴付きのトルクスは入っておりませんが、とりあえず持っておけば助かるセットとなってます。種類によって色分けがされていますので、これとても見やすいですね。小さいサイズのトルクスとヘックスはパッと見すぐにわからないこともありますので、良いアイディアだと思っています。素材は台湾系ビットに多く見る S2、メッキの仕上げとなってます。使ってみて。このセットを持っていれば私の自転車はクランク周り以外のよく触る部分すべてトルク管理ができるようになりまして、今までは外で乗っててトラブった時は手の感覚に頼っていましたが、今はこれ。持ち運びやすいトルクアダプターを使うことでトルク管理が気軽に正確にできるようになりました。また10ニュートンまでレンジが伸びたことでオートバイ整備にも使うようになりました。使い勝手はビーム式のトルクレンチと似てはいないんですけど、似た雰囲気。メモリを見てないといけないのは同じような操作感ですね。ビーム式よりももう一手間ありまして、ネジ回ることを考慮してちょっと手前に基準線が来るようセットしてぐーっと回していきます。普通のプリセットなトルクレンチと比べると、リニアに現在のトルクが読めるメリットがある代わりに操作に関して気を使う部分はあるっすね。合成はあるんすけどバネ入ってますからグニグニする感じで、使用フィールも素晴らしいものではなく、ただ慣れてしまえばそんなに気になることでもないです。コンパクトで気軽に使える製品ですから気に入ってるっすね。精度としてはそこそこ、スペックではプラマイ 10% となっていますが、もうちょっと正確でした。プラスマイナス 5% くらいには入ってそうで、私の用途では十分な精度が出ていると感じています。収納問題にも貢献をしてくれます。ビーム式トルクレンチと比べるとこれだけ大きさが違います。この形状からの収納のしやすさもいいところですね。
トルクの感覚を養う道具としての用途では私には合わなかったです。手トルクなんてやつの感覚を確認するためにトルク管理機器を使うことがありますが、このトルクアダプターはバネからの反力が手に伝わってきますので、普通にネジを締める感覚とはちょっと違ってまして、そういった用途には使いやすくはないと感じました。感覚のアップデートにはデジタルトルクアダプターを使うのがおすすめですね。ここからはネガな部分をいくつか。一つ目はどうしてもハイトがかさんでしまうというところ。25mm ビットと合わせても 85mm くらいの長さになります。これにハンドルを合わせたら 100mm ほどのハイト。オートバイや車ではスペース的な問題で使えない、入らないということは多くあります。後付けアダプター系のトルク管理機器はこれスペース要する問題が多いっすね。ですからオートモーティブ系の整備するときは普通のトルクレンチも合わせて使っています。スペースないところには弱いっすね。完全な代替代わりのソリューションにはなってないっすね。2つ目、付属のラチェットがちょっといまいちです。まず空転がものすごく重いっすね。指で回してみるとなかなか、最近ここまで重いの見ないなってくらいには重いです。硬い重さではなくもっちゃりと重い感じ。ラチェットのドライブを持った状態で90度横向けても空転せずに止まります。中のグリスが重たいのが原因かと考えまして、溶かそうとスプレーを吹いたりオイルに漬け込んだりはしてみましたが改善はなかったっすね。ヘッドは非分解ということもあり、どうすることもできず。スイベルタイプなのでスペースさえ許せば空転重いのも許容はできる。自転車の整備に使っている場合はそこまで問題を感じていないのですが、車やオートバイのメンテではまずこのハンドルは使ってないっすね。それからソケットの相性問題もありまして、私持ってる高健産のスタンダードソケットはプッシュリリースが効きません。スッと入ってスッと抜けてしまいます。こういった問題以外はよくできたラチェットに思っていまして、これらは改善を望む部分です。3つ目としてバラ売りされていないことを挙げます。この10ニュートンまで対応したトルクアダプター、今のところこのセット販売しか確認はできておりません。全然工具を持ってなくて初めて何かを買うって場合はトルクの管理もできてビットも数多く入ってますから悪くないと思うのですが、先にお伝えした通りラチェットは別の選択肢もありだと思っていますし、道具揃ってきた方にとってはセット買いしますとダブル製品も出てきてしまうでしょう。どれも持っていて損はないとは思いますが、これだとせっかくのトルクアダプター購入ハードルが高くなってしまうようにも感じています。今後バラで販売されることを期待したいですね。スローキーのトルクアダプターセット。手軽に持ち運べるトルク管理機器探している方にはぜひおすすめ。サイズの割に精度も悪くないです。機会がございましたらお試しください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。